色を塗った後からでも白抜きできるっていう使い方が便利なゆえに透明水彩の白が出されております。絵の具ではなくて紙の白さで最も明るい部分を表現しましょうとよく言われます。これ意外と難しいんですよね。もうわかると思うんですが、色の出方が均一で安定しています。水ではなく白い絵の具で薄めてあげるといいです。皆さんこんにちは、山田幸子です。以前透明水彩の黒い絵の具についての動画をアップしました。セット絵の具を買うと必ずと言っていいほど入っているのに、場合によってはあんまり使わない方がいいよなんて言われることもあって、使っていいのかそうでないのかわからない。そんな透明水彩の黒の活用方法について考えてみた動画です。それでは白い絵の具はどうなんですかと質問をいただいたので、今回は透明水彩の白の使い方を取り上げてみます。透明水彩の白もですね、黒と同様にあんまり使わない方がいい色とされることが多いです。水彩画では絵の具ではなくて紙の白さで最も明るい部分を表現しましょうとよく言われます。例えばこのリンゴの光が当たって一番明るくなっているところは絵の具を塗らずに白く塗り残しましょうということです。絵を塗り始める前に紙そのままの白地を残すところを決めておかないといけません。これ意外と難しいんですよね。そこを苦労に感じたことないよという方もいるかもしれませんが、私はつい塗り残しのことを忘れて絵の具を塗っちゃったっていうことがありました。いや、今でもあります。特に人物の瞳の光とか水の輝きって細かくって塗り残しにくいと思うんです。うっかり塗ってしまって後から白抜きする時の補助として透明水彩の白を使っています。これは色が乾いた後に行うといいです。こうやって全部塗っちゃったなっていうところに光を当てたい部分に透明水彩の白い絵の具、結構濃いめに溶いたものがいいです。すっごくわかりづらいんですけど、パレットの絵の具を大きく広げるところの端っこの角に白い絵の具を出してあります。すいません、わかりづらくて。で、光を当てたいところに濃いめに溶いた白い絵の具をちょんちょんとのせていきます。こんな風に光を表現するために透明水彩の白い絵の具を使っている人は結構いるんじゃないかなと個人的には思います。透明水彩の白には文字通り透明感があるので、うっすら透けた表現をしたい時にも便利です。この2つのリンゴを見ていただくと、紙の白地を残した場合と透明水彩の白い絵の具で光を表現した場合、やっぱり紙ほどの白さにはなってないですよね。紙そのままを塗り残して白抜きした場合と絵の具を塗って光を表現した場合、白さの見え方が少し違うと思います。完全に白抜きしたい場合は不透明水彩の白もしくはアクリルガッシュの白を使ってもいいと思います。こんな風に色を塗った後からでも白抜きできるっていう使い方が便利なゆえに、私のパレットの端っこには透明水彩の白が出されております。そして混色をする時に白を使うこともあります。
透明水彩では水が絵の具の白の働きをするんですよってよく言われます。全くその通りです。水が多いほど絵の具の色は薄まります。けれども、水で薄めた色ってムラになりやすくないですか？色ムラが絵の中で効果的に働く場合はいいのですが、水たまりみたいに境界線ができてほしくない時もあると思います。そういう時に水ではなくて白で色を薄めてあげると、塗った時の色ムラが出にくくなります。白を混ぜると少し色が不透明になり、ピタッと均一に塗りやすくなります。これをちょっと図解して説明しますと、この下側が紙の上だとすると、水彩絵の具ってこうやって紙の上に乗っかってるじゃないですか。色を濃いめに塗った場合は顔料が1箇所に集まっているので色ムラが少ないです。例えば同じ色を水で薄めてペタッと紙の上に塗ると、この塗った中に入っている顔料の粒子がより広く分散して偏りが出やすくなります。これによって色ムラや境界線ができやすくなるんですね。そこで白い絵の具を混ぜてあげると、この白い絵の具の分顔料の粒子が増えますので、広い面積に塗ってももうわかると思うんですが、色の出方が均一で安定しています。水ではなく白い絵の具で薄めてあげると、色の中の顔料の粒子をしっかり保ったまま塗ることができるんですね。なので安定した発色になりやすいです。もともとこの絵の具の中にある顔料の粒がじゃあ5つとしましょう。そんなに少ないことはないんですが、例えばこの色を水で薄めた場合にどうなるかというと、絵の具の中の顔料の粒子が分散します。すごい大げさに描くとこういった感じで、そうすると色が濃く出る部分と薄く出る部分という風にムラができます。これが色ムラにつながるんですね。例えばそこを白い絵の具で埋めることによって色の見え方が安定するってことです。ちょっと説明が分かりづらかったかもしれませんが、透明水彩の白を混色の時に少し混ぜると色が分離しづらく、境界線もできづらくなります。水で薄めるだけだとムラになりやすい色に使うことによって色ムラを防ぎ、安定した発色にすることができます。この使い方も割と便利です。ですが、透明水彩なのに少しでも不透明色にしてしまうのはもったいないと思う方は、白を使わない方がいいかもしれません。塗り方は人それぞれですので、自分に合った表現方法を見つけていただけたら幸いです。ちなみに透明水彩の白は2つあります。こちらホルベインの透明水彩絵の具ですが、チャイニーズホワイトとチタニウムホワイト、オペークホワイトです。どちらも使用顔料は酸化チタンですが、チャイニーズホワイトは透明感のある白で混色に使えます。チタニウムホワイトはチャイニーズホワイトと比べるとはっきりした白色なので、より白抜きするのに向いています。参考になったら嬉しいです。ということで今回は透明水彩の白の使い方についてお話ししました。個人的には黒よりも白を使うことが多くて割とお世話になっております。今回の動画良かったよという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。他にも透明水彩の描き方や画材に関する動画公開していますので、よろしかったら見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。